人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。サイクリング中に遭難する状況では突然のトラブルが発生し、想定外の状況で自力で安全に戻れなくなることがあります。この記事ではサイクリング中の遭難が何を意味するのか、過去の事例とそれに遭遇した場合の生き残り方、技術と方法を詳しく解説していきます。1、サイクリング中の遭難とは。サイクリングは自然を楽しむ素晴らしいアクティビティですが、時には予期せぬトラブルに見舞われ遭難してしまうこともあります。遭難とは、道に迷ったり体調不良や機材のトラブルで前に進めなくなり、安全な場所にたどり着けなくなる状態を指します。山岳地帯や未開発のルートでは、サイクリストは天候の急変や地形の変化に対応するための準備が不可欠です。主なリスク要因、ルートの把握不足、不慣れな地形や道を走る場合、正確な地図や GPS がなければ迷いやすくなります。特に山間部や森林地帯では、同じような景色が続くため、方向感覚を失うリスクが高まります。天候の急変、山間部や砂漠地帯では天候が急激に変化しやすく、突如として霧、豪雨、強風が襲い、視界を奪ったり体温を急激に奪われたりします。機材の故障、サイクリング中の機材トラブル、特にタイヤのパンクやブレーキの故障は移動の妨げとなり、立ち往生する原因となります。体力と体調の管理不足、長時間の走行により体力が消耗し、脱水や低血糖などの身体的な不調が発生することがあります。また、サイクリング中の怪我や病気が予期せぬトラブルを招くこともあります。こうしたリスクに備えるためには、適切な事前準備とトラブルが発生した際の冷静な判断力が必要です。2、世界で発生した有名なサイクリング遭難事例。過去に実際に発生した著名なサイクリング遭難事例を3つ取り上げ、それぞれの事例から学べる教訓を考察します。2.1、アメリカキャノンビーチでのサイクリング遭難。2003年、アメリカのオレゴン州キャノンビーチ近郊でサイクリング旅行をしていた男性は、道に迷い森の中で3日間孤立しました。自転車のチェーンが外れて修理できなかったため、帰路に着くことができませんでした。彼は最終的に無事救助されましたが、この事例では事前のルート計画や機材のメンテナンスの重要性が浮き彫りになりました。遭難中は水や食料を慎重に管理し、持参していた防寒具で寒さをしのいでいたことが生還の鍵でした。2.2、スコットランドハイランドでのサイクリング遭難。2010年、スコットランドのハイランド地方でサイクリングしていたグループは、突如として発生した霧と強風により視界を失い、道を見失いました。グループは分散してしまい、全員が発見されるまでに3日間を要しました。強風と霧による視界不良が原因で彼らは適切な方向に進めず、最終的に救助を受けました。この事例は特に視界不良時のグループ行動と連携の重要性を強調しています。2.3、ニュージーランドクイーンズタウンでのサイクリング遭難。2015年、ニュージーランドのクイーンズタウン近郊でサイクリング中の男性が、川沿いの道でタイヤがパンクし、進むことができなくなりました。彼は周囲に人家がなく、携帯電話も圏外だったため、3日間孤立しました。彼は川の水を飲み、
夜は自転車をシェルターとして寒さをしのぎました。最終的に救助隊によって発見され、命に別状はありませんでした。この事例は自然環境を利用し、冷静に状況に適応することの重要性を示しています。3. 遭難から生還した人々のエピソード。ここではサイクリング中に遭難したが生還した人々のエピソードを紹介します。遭難期間が短いものから順に彼らがどのように生き延びたのかを詳しく解説します。 3.1 エマ・スミス25歳、カナダ、サイクリング旅行中。エマはカナダの山岳地帯でサイクリングをしていた際、道を見失い一晩孤立しました。彼女は携帯電話を持っていましたが、電波が届かず、持っていた防寒具を使って寒さをしのぎました。翌朝、ハイカーに助けられ、無事に救出されました。彼女の冷静な判断と適切な装備が早期救助につながりました。3.2 マーク・ジョンソン30歳、アメリカ、サイクリング中。マークはアメリカのロッキー山脈でサイクリング中に豪雨と霧によって道を見失いました。彼は視界が悪くなる前に GPS で自分の位置を確認し、近くの山小屋に避難しました。持っていた食料で体力を維持し、18時間後には無事に帰還できました。彼の計画的な行動と事前の備えが生還の鍵となりました。 3.3 ジョン・マッカーサー28歳、イギリス、サイクリング遠征中。ジョンはイギリスの田園地帯でサイクリングしていた際、タイヤがパンクして立ち往生しました。修理キットを持っていなかったため、24時間孤立することになりました。彼は持参していた非常食を使って体力を維持し、翌日、偶然通りかかった車に助けられました。ジョンは遭難後に装備の不備を反省し、今後の教訓としました。3.4 サラ・ウィリアムズ32歳、アメリカ、レース中。サラは山岳地帯で行われたサイクリングレース中に霧に見舞われ、視界がゼロに近い状態になりました。彼女は無線機で他のライダーと連絡を取り、安全な場所に避難しました。最終的に36時間後に救助されましたが、無線機で連絡を取り合うことが生還の大きな要因となりました。 3.5 アンドリュー・リー40歳、ニュージーランド、サイクリング中。アンドリューはニュージーランドの山間部でサイクリング中にパンクに見舞われ、72時間孤立しました。彼は持参していた水と非常食を慎重に消費し、冷静に状況を見極めました。2日目に川を発見し、水を補給することで生存の確率を高めました。 3.6 クリス・ジャクソン45歳、オーストラリア、砂漠地帯でのサイクリング中。クリスはオーストラリアの乾燥地帯でサイクリング中に遭難し、道を見失いました。彼は水分を節約し、木陰で体力を温存するなどの対応をしました。最終的には72時間後に救助隊によって発見されました。彼の冷静な判断と水分の確保が生還の鍵となりました。 3.7 メアリー・オコナー50歳、アメリカ、ソロサイクリング中。メアリーはアメリカ西部の砂漠地帯でソロサイクリング中に遭難しました。彼女は自転車の故障により進めなくなり、無線での救助を試みましたが、電波が届かず3日間を孤立して過ごしました。彼女は夜間の寒さを自転車の下でしのぎ、最終的に救助されました。4. 遭難を克服するための技術と方法。過去のサイクリング遭難事例から学べる11の重要な技術と方法を紹介します。これらは過酷な状況下でも生き延びるために役立った実例に基づいています。1. 風を避けるシェルター作り。サイクリング中の遭難では、寒さや風を避けることが生存に直結します。エマ・スミスが遭難中、持参していた防寒具を使い寒さをしのいだように、風を遮るシェルターを作ることが重要です。自然の岩や木、さらには自転車自体を使って一時的な避難場所を作ることが有効です。
2、移動を控える。視界が悪い、体力が限界に近い状況では無理に移動を続けることが逆効果になります。特にマーク・ジョンソンのように天候の回復を待ちながら安全な場所で待機することで無駄な体力を消耗せずに済みます。3、GPS や地図を使用する。視界が失われた場合やルートがわからなくなった場合、 GPS や地図は命を救う重要なツールです。ジョン・マッカーサーが GPS を活用して自分の位置を確認し、安全な場所に避難したように事前に GPS や地図を準備しておくことは不可欠です。4、食料と水の計画的な消費。遭難が長期化する場合、持参している食料や水を計画的に消費することが重要です。アンドリュー・リーのように少量ずつの食事や水分補給を行うことで体力を維持し長期間の生存が可能となります。5、水分の確保。特に乾燥地帯や山岳地帯で遭難した場合、水の確保が生存に直結します。川や雪を利用して水分を補給し、脱水症状を防ぐことが重要です。アンドリュー・リーが川の水を利用して水分を補給したように、自然の水源を見つけることが生還の鍵です。6、通信手段の活用。携帯電話や無線機を使った救助要請は迅速な救助につながります。サラ・ウィリアムズが無線機を使って他のライダーと連絡を取り合い、安全な場所に避難したように遭難時には通信手段を常に確保しておくことが重要です。7、タイヤの修理やメンテナンス技術。ジョン・マッカーサーのようにタイヤのパンクや機材の故障が原因で立ち往生するケースは少なくありません。パンク修理キットや必要な工具を持参し、自分で応急修理ができる技術を身につけることが遭難を未然に防ぐ重要なスキルです。8、体力の温存。遭難時には体力を温存することが最優先です。クリス・ジャクソンのように日中の暑さや寒さを避け、木陰や自転車の陰で休みながら体力を温存することで救助されるまでの間、エネルギーを消費しすぎないようにすることが重要です。9、太陽の位置を確認する。サイクリング中に道に迷った場合、太陽の位置を確認することで方角を把握することができます。特にコンパスや地図がない場合、太陽の位置を参考にしながら安全な方向に進むことが役立ちます。10、遭難信号の作成。遭難中、救助隊や他のサイクリストに自分の位置を知らせるために視覚的に目立つ信号を作ることが重要です。石や枝を使って SOS サインを地面に書いたり、衣服や布を目立つ場所に掲げることが効果的です。11、体温保持の重要性。夜間の寒さに対処するために防寒具や寝袋を持参することが推奨されます。エマ・スミスの事例のように適切な装備を使って体温を保つことが生死を分ける要因になります。5、遭難を克服するためのユニークな方法。サイクリング中に遭難した場合に役立つユニークな対処法を3つ紹介します。1、自転車をシェルターとして利用。遭難中、周囲に自然のシェルターがない場合、自転車自体を利用して風や寒さを防ぐ方法があります。特にフレームやホイールを使って簡易的なシェルターを作ることで寒さや風を遮ることが可能です。2、自作のフィルターで水を浄化する。自然の水源がある場合でもその水は汚染されている可能性があります。簡易フィルターを使って水を浄化する方法は生き延びるために非常に役立ちます。フィルターがない場合でも布や砂、炭などを使って簡易フィルターを作ることができます。3、自転車のライトを使った救助信号の発信。サイクリング用のライトを持参している場合、それを使って夜間に救助信号を発信することが可能です。ライトの点滅や一定のパターンでの点灯を行うことで遠くからでも救助隊に自分の位置を知らせることができます。6、励ましと具体的なアドバイス。サイクリング中に遭難することは非常に恐ろしい経験ですが、冷静に対処すれば生き延びるチャンスを大いに高めることができます。
具体的なアドバイス。冷静さを保つ。最初に焦らず、状況を冷静に分析し、次に取るべき行動を考えましょう。パニックに陥ることは命に関わるリスクを高めます。体力を温存する無駄なエネルギーを使わないようにし、特に夜間は体温を保持するために防寒具やシェルターを活用してください。希望を持つ。どんなに厳しい状況でも救助が来ることを信じ、自分が生き残るためにできることを一つずつ実行しましょう。自分を信じて冷静かつ計画的に行動することが生還の鍵です。サイクリング中に遭難しても冷静な判断と準備があれば救助される可能性は大いに高まります。絶望せず行動することで最悪の状況でも生き延びることができるでしょう。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄にお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。